こんにちは、シロです。今回は買ったけど使わなかった、もしくは使ってたけど今は使ってないダイビング機材、ダイビングアイテムをご紹介していこうかなと思います。はい、ではまずスクーター、こちらがサブナード、こっちがリフィートですね。以前の動画、両方ともレビュー動画アップしてるんですけど、このスクーターは最近はあんまり持ってかなくなっちゃいました。というのもこのでかいハウジング持ってると、これとスクーター、両方持っていくの結構しんどいなと思って、最近はずっとでかいカメラで撮影することが多いんで、あんまりスクーターの出番がなくなっちゃいましたね。まあタンクにつけたり足につけたりすればいいんじゃないかとも思うんですけど、毎回ね充電のたびにつけたり外したりとかするのめんどくさいですし、あとバッテリーがね結構でかいんで、サブナードなんてもうこれ本体がバッテリーみたいなもんなんで、飛行機に乗ると手荷物扱いになるんで重量が、重いかさばるっていうのがねありますね。GoPro しか使わないとか、あとは流れがむちゃくちゃ速くてしんどいとか、そういう時にはいいとは思うんですけど、最近あんまりそういうシチュエーションがないんで、最近はほとんど持ってってないです。はい、では次にロゴシーズ、水中で会話ができる水中トランシーバーですね。これは以前にアップした動画の内容通りですね。そんなに持ってくモチベーションがないなと思ってます。結局プエルトガレラとウサミカでしか使わなかったですね。では次、フィッシュアイのダイビングライトですね。フィックスネオですね。これも以前紹介してます。で今ほとんど使ってない理由がこの独自規格充電アダプターですよね。やっぱこの独自規格っていうのはちょっと旅行にはないなっていう気はしてます。これがいくらコンパクトでもね、充電器も一緒に持ってかなきゃいけなくなっちゃいますし、総合的に荷物が増えるなっていうのがありますね。なので今は、オルカトーチのライトだったりとか、あとはちょっと前のガイドさんの機材紹介シリーズで出てたこの中華製の安いライトですね。こっちのオルカトーチの方はバッテリーに USB の Type-C が直差しできるし、こっちのライトの場合は汎用的なリチウムイオンバッテリー、それの充電器は必要なんですけど、それの充電器は USB の Type-C につなげられるんで、こっちを持ってってます。機能とかはすごいいいし使いやすくはあるんですけどね、このバッテリー周りだけですね。それが改善されればいいのになっていう気はします。あとは値段も高いんで、あなたはこっち2本持ってった方がいいかなっていう使い方を今してます。はい、次にシャークスキンのタッパーですね。はい、シャークスキンのタッパーになります。これシャークスキンの動画でも確か紹介したような気はするんですけど、タッパーになります。で、下のパンツ、シャークスキンのパンツの方はドライのインナーとしてよく使ってます。そっちはすごい重宝してます。こっちのタッパーはこれ単品で着るにはそこまであったかくないし、かといってドライのインナーにもちょっとなっていう感じはするし、ダイビングではすごい使いづらい商品かなと思います。暑がりの人とかは夏場はこれ1枚でいいかもしれないんですけど、僕は寒がりなんで、水温28度とかそんぐらいあってもこれ1枚はちょっときついですね。シュノーケルならいいと思います。シュノーケラー向きかも。ダイビングにはちょっと僕には寒いし使いどころがないなっていう感じですね。はい、次に6班、昔作った6班のウェットスーツ、これはもう使わなくなっちゃいました。6班を使うぐらいの水温だったらもうドライでいってます。僕はドライのがやっぱいいですね。外水中寒くないし、終わってからも濡れてないから頭だけ流せばいいし、ドライのが圧倒的に楽だなと思います。水中の動きやすさで言ったら、6班のがいいとは思うんですけど、それ以外のメリットがドライよりは僕には見当たらないので、ドライで潜ってます。はい、ウェイトベストですね。僕ちょっと腰が弱いので腰にウェイトを巻かないんですけど、全部 BC に入れないで、ちょっとウェイトベストに分散しようかなと思って買ったものなんですけど、で結局 BC にウェイトを全部入れているので結局今は使ってないです。今後使う機会もしかしたらあるかもしれないですね。はい、次にテクニカルパンツっていうのかな、この足のところにでかいポッケがついたパンツですね。これは APEX の
テクニカルパンツになります。これ昔は結構履いてたんですよね。昔バックフロートの BCD をよく使ってたんで、その時に BCD にほとんど物入らなかったんで、これに入れてたりはしたんですけど、最近は全く使ってないです。BCD に物入らなくても外の D リングとかにガチャってブラブラさせとけばいいし、あえてこれ履いてポケットに何か入れる必要はないかなって思ってます。これを履くことによって必要なウェイトも多少増えるのではないかなっていう気はしますね。このお尻のところがね擦れないようになってたりとかね、そういうウェットスーツの保護みたいな観点だといいのかもしれないですね。はい、ガルのハードシェルスーツケースです。これも以前紹介動画アップしてます。でその時はユリが買った白のハードケース紹介したんですけど、それを見て僕もいいなと思って黒を買っちゃったものですね。ユリはですね、これそもそもかなりでかいスーツケースなんで、普通のスーツケース代わりとして荷物たくさん持っていかなきゃいけない時のスーツケースとして使ってます。ただ機材バッグとしてって考えるとほぼほぼ使ってないので、しかもこっちの黒い方はほぼほぼ使ってないので今回紹介してます。機材バッグっていうと完全に乾いた状態ってわけでもないと思うんですよ。例えば海外とかだと完全に乾かなかったりとかもするんで、そういう時に中にちょっと湿ったものとかそういうのを入れようと思った時になんか躊躇するっていうか、中にこうシートみたいなの入ってるんで、それ濡れてもいいのかなとか、あとは中の金具がステンレスなのかなとか、そういうのがちょっとわからないんで、あと新しいっていうのもあるし汚したくないっていうのもあるんで、今機材は以前紹介したノースフェイスの機材バッグに入れてるんですけど、ただこれ使ってなくてもったいないんで、今後使っていこうかなとは思ってます。で中のシートは全部ジッパーで外せるんですよ。それを全部外しちゃって、ちょっと湿った機材とかそういうの入れても大丈夫なようにして使っていこうかなと思ってます。あとはですね、ブログにもちょっと書いたんですけど、耐久性的にちょっとどうなのっていうのがあってですね、この足のこの部分、このなんかプラスチックの地面に接触するところのパーツついてるんですけど、これの周りがユリの方が一回割れちゃって、修理に出したりとかしたんで、今は、この辺、僕の方もそうですけど、この足の周り裏側からグラスファイバーテープで補強してます。耐久性もちょっとなんか心配だなっていうのはありますね。機材バッグとしてはねすごくでかいしいいんですけど、別にこれじゃなくてなんかこういうベテランの人たちがよく使ってそうなこういうボックス、これを機材バッグにした方がいろいろ便利なんじゃないかなとちょっと思ってます。そのまま水張ったりすることもできるし、あと何といっても値段ですよね。これ、4万以上するけどホームセンターとかで売ってるようなああいうやつだと、1万円前後とかなんですかね。それぐらいだと思うんで、そういうのでもいいのかなと最近思ってるんですが、もう買っちゃったんでちょっと有効活用していこうかなと思ってます。はい、次に、ナヌークのケース、防水ケースって言ったらいいのかな、ペリカンみたいなああいうね防水ケースですね。これ昔上げたサイパンの動画内で買ってたものです。はい、サイパンで買いました。で、なんで使ってないかっていうとですね、この大きさがすごい絶妙に何も入らない大きさなんですよね、僕のやつ。こういうの入れたいのって、例えばポートとか傷ついちゃ困るようなポートとかなんですけど、絶妙に入らないみたいなね。例えばこういうライト、ライトは入るけど、これ1個入れるためにこんなでかい箱必要かみたいな、こんなちっちゃいライト入れるためだけに、しかも中ほぼ埋まっちゃうしみたいな、これを入れるためにこの箱必要かみたいなことを考えると結局使ってないんですよね。この箱がそもそも場所取られるみたいな、旅行に限った話ですよ。スーツケースに入れたりする時にこれ本当に必要かみたいなことになって使おうって毎回何か入れようとするんですけど、これ結局邪魔じゃないってなって未だに1回も旅行に持ってってないかも。ユリはなんかもうちょっとでかいケース何個か持ってるんで、そこになんかレンズ入れたりとかポート入れたりとかして持ってってるみたいなんですけど、僕は服の間とかにクッションになるような服の間とかに挟んでいっちゃうんで、もうちょっと活用したいなっていう気はするんですけど、活用場面がよくわからないです。あとは2024年の機材紹介でもちょっと話したんですけど、リーダーフィンとか、ジェットフィンとか、あとは、ドライのスーパーミューとか、
あの辺はまあ使わなくなっちゃいましたね。はい、というわけで今回は買ったけど使ってない、もしくは使ってたけど使わなくなっちゃったダイビングアイテムをご紹介しました。あくまで僕のケースです。是非参考にしてみてください。それじゃあバイバーイ。